皆さんこんにちは、ケンジです。こんにちは、みさきです。さあ今日も始まりました。みさきちゃん、突然だけど日本で卓球をやっている人、つまり実際にラケットを握って卓球を楽しんでいる人ってどれくらいいるか知ってる？どれくらいでしょう。最近は張本智和選手や三輪選手、早田ひな選手みたいに世界トップで大活躍しているスター選手がたくさんいますよね。テレビやネットでも話題だし、学校の部活でも地域のクラブでもものすごく盛り上がってますから、数百万人はいるんじゃないですか？まさにその通り。スポーツマーケティングの専門メディアであるハーフタイムマガジンがまとめたデータによると、総務省の調査に基づく日本の卓球行動者数はなんと約766万人に達しているんだ。766万人？それってものすごい数ですね。日本の人口の15人に1人くらいが卓球をやったことがある計算じゃないですか。そうなんだよ。さらに詳しく見ると、日本卓球協会 JTTA の公式な加盟登録者数だけでも約35万8000人を超えている。そして毎週のように練習に励み、定期的に大会に出るような熱心なコア愛好者層に限っても約120万人もいるんだ。これは中国の愛好者約8300万人に次ぐ世界でも屈指の巨大な競技ピラミッドなんだよ。やっぱり道具もどんどん進化していますし、新製品が出たらラバーやラケットを買い替えるプレイヤーも多いですよね。私の周りでもみんなこだわりを持って選んでますよ。実際にラバーやラケット、シューズといった用具の国内市場規模は約130億円とものすごく堅調で活発なんだ。プレイヤーの皆さんは自分自身の技術向上や打球感の追求のために用具への投資を全く惜しまない。日本は空前の卓球ブームであり、ビジネス的にも大成功しているスポーツってことですね。と普通は思うじゃない。ところがここからが今回の動画の最も重要で深刻な本題なんだ。何か問題があるんですか？こんなにプレイヤーが多くて道具も売れているのに。実はこの膨大なラケットを握るプレイヤー層が、プロの試合を見たりチケットを買って会場に足を運んだりする成熟した視聴者観戦ファンにほとんど移行していないという極めて深刻な構造的歪みがあるんだよ。自分でプレイするくらい好きなのにプロの試合は見ないんですか？そうなんだ。例えば卓球専門メディアの卓球王国が取材・報道している国内プロリーグ T リーグの実際の観客数データを見てみると、レギュラーシーズンの実際の観客動員数は1試合あたりわずか200人から400人程度、時には200人を割り込んで191人という衝撃的な数字まで記録されているんだ。191人？嘘でしょ？766万人のプレイヤーがいて、コアな愛好者だけでも120万人いる国でプロリーグの観客が200人未満。ショッキングな数字だよね。かつてのように企業の社員や関連会社の人たちを全員動員するスタイルから、一般のファンに自発的にチケットを買ってもらうスタイルに移行した途端、この悲惨な現実が浮き彫りになった。つまり自分がプレイするのは大好きだし道具も買うけれど、お金や時間を出してプロの観戦者になり気はないというプレイヤーが大多数を占めているんだ。でも世界的に見ても卓球の観戦ってそんなものですか？海外でもプロの試合を見る人は少ないんでしょうか？そこが最大のコントラストなんだよ。国際卓球連盟 ITTF の商業組織である WTT ワールドテーブルテニスは、会場の照明を暗く落としてスタイリッシュな LED 演出を取り入れたり、 AI 解析やマルチアングル配信を導入したりして、卓球を世界的なエンタメスポーツに生まれ変わせた。その結果 WTT の年間累計視聴者数は2022年に22億人を突破し、2025シーズンには累計30億人、 SNS フォロワー数も1100万人を超える爆発的ヒットを記録している。世界中が WTT のスタイリッシュな試合に熱狂して30億人が見ているのに、日本の766万人のプレイヤーはその熱狂から分断されていて、観戦者として未成熟なまま。なんだかすごくもったいないし不思議な現象ですね。まさにそうだね。これは単にみんな観戦に興味がないという個人の好みの問題ではなく、日本のスポーツ教育やメディアの構造、配信環境など様々な要因が複雑に絡み合った深い構造的課題なんだ。今日はこの日本の卓球プレイヤーがなぜ視聴者になれないのか、そしてその裏にある過酷なプロの遠征事情や最新技術のリアルまでたっぷり時間をかけて徹底解説していくよ。ケンジさん、膨大な卓球人口がいながら観客数が200人程度という落差、本当にびっくりしました。今回の調査レポートでは具体的にどんな事実が明かされているんですか？よし、まずはこの後じっくり深掘りしていくポイントの全体像を視聴者様に向けて分かりやすく整理して提示しよう。大きなポイントは4つあるんだ。お願いします。しっかり把握しておきたいです。1つ目は選手たちが置かれている遠征費用の過酷な現実とファンの無知だ。卓球王国プラスなどの報道によると、世界ランキングを維持するために WTT を転戦する選手たちは1大会あたり約60万円、2大会で100万円以上という莫大な費用をかけて海外に飛んでいる。
しかも協会から費用が出るのはごく一部のトップ選手だけで、多くの選手は自腹や貯金の切り崩し、ご家庭の負担で戦っているんだ。自腹で60万円？そんなに費用がかかっているなんて普通のプレイヤーは誰も知りませんよ。そうなんだよ。そして2つ目が、世界の卓球界で起きている戦術、用具、ルールの激変に対する国内の認知不足だ。卓球王国やラリーズでも特集されているけれど、六角形のラケット、サイバーシェイプの幾何学的な合理性や AI 審判システム TTR の導入、試合後のラケット幻覚検査など、現代卓球はハイテク化している。でも、日本のメディアは日本人が勝ったか負けたかしか報じないから、視聴者の理解が追いついていない。確かにニュースだと誰々が優勝とか無念の初戦敗退という結果ばかりで、どんな道具を使ってどんな戦術で戦っていたのかは全然わかりませんね。背景を説明すると、3つ目が、日本のプレイヤーがしょぼい視聴者になってしまう4つの構造的障壁だ。学校の部活動文化がプレイ専門の価値観を植え付けていること、有料配信プラットフォームへの移行によるアクセシビリティの低下、TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画によるファスト視聴で試合の文脈、駆け引きを読む力が低下していること、そして選手の人間ドラマや苦労を伝えるナラティブ発信の不足だね。なるほど。部活動で自分で練習して勝つことだけを教えられて、プロの試合を鑑賞して楽しむ文化が育っていないのはすごく心当たりがあります。短尺動画でファインプレーだけ見て満足しちゃうのも現代あるあるですね。そして4つ目が、この感染不全が引き起こす経済圏の縮小と負の連鎖だ。誰も見ないから興行収入が上がらず、スポンサー価値が低迷し、協会の遠征費用予算も圧迫され、結局は選手が自腹を切らざるを得なくなるという悪循環が起きている。プレイヤーがプロの試合を見ないことが、巡り巡って大好きな卓球界全体を苦しめているんですね。その通り。後半では、この負の連鎖を断ち切るための4つの具体的な提言までしっかり踏み込んでいくよ。各パートで驚くようなデータや具体的なエピソードがどんどん出てくるから、ぜひ最後までじっくりお付き合いください。ここからは各論としてデータをじっくり紐解いていきましょう。まずは冒頭でも少し触れた日本国内の卓球市場の凄まじさについて詳しく教えてください。 OK。ハーフタイムマガジンがまとめたデータによると、日本のスポーツ行動者数において卓球人口は約766万人に上るんだ。766万人って改めて考えてもものすごい数ですよね。サッカーや野球の経験者にも負けないくらいの規模じゃないですか。そうだね。しかもただ温泉で卓球をやったことがあるというレベルではなく、日本卓球協会 JTTA に登録してゼッケンをつけて公式戦に出るような競技登録者数だけでも35万8400人。そして毎週のように練習に励み、地域のオープン大会などに積極的に参加するコアな愛好者層は約120万人に達している。120万人もコアなプレイヤーがいるんですね。これって海外の国と比べるとどれくらいすごいことなんですか？ヨーロッパの卓球強豪国と比較してみよう。卓球人気が非常に高いドイツでも公式登録者数は約70万人、フランスでは約20万人なんだ。フランスって20万人なんですか？最近ルブラン兄弟とかがめちゃくちゃ強くて盛り上がっている印象がありましたけど、登録者数だけで言えば日本の半分以下なんですね。そうなんだよ。日本は中国の愛好者約8300万人に次ぐ世界屈指の巨大な競技ピラミッドを持っているんだ。そしてこの膨大なプレイヤー層を支える用具市場が本当に熱い。ハーフタイムマガジンのレポートによれば、国内のラバー、ラケット、シューズなどの用具市場規模は約130億円と非常に好調なんだ。130億円。確かに卓球のラバーって数ヶ月に1回張り替えますし、1枚8000円とか1万円近くするものもざらにありますもんね。フォアとバックの両面に貼ったらそれだけで2万円近くになりますし、ラケット本体と合わせたら1回で数万円飛ばすプレイヤーも多いです。そう、卓球は用具に対するマニアックなこだわりを持つプレイヤーが多くて、自分に合ったラバーを探すために何枚も試したり、新作ラケットが出たらすぐに買ったりする。つまり日本の卓球ファンは自分自身のプレイのための出費には非常にアクティブでお金を惜しまないんだ。自分が強くなるため、楽しくプレイするためなら130億円ものお金が動く。ここまでは素晴らしいスポーツ市場に見えますよね。ビジネスの基盤としては完璧に見えるよね。しかしこの実技用具購買層がなぜかプロの興行を見るという行動に全く結びついていない。ここに日本の卓球市場の最大のミステリーと構造的欠陥があるんだろう。自分がラバーを買うのには1万円払うのに、プロの観戦チケットにはお金を払わない。T リーグの実際の観客数の話は衝撃的でしたけど、どうしてそんなことになっているんですか？卓球専門メディアの卓球王国が取材した T リーグの戸を消すなという論説記事などで非常に鋭く分析されているんだけど、 T リーグが開幕した2018年当時は両国国技館を満員にするような華々しいスタートを切ったんだ。
ありましたね。両国国技館での開幕戦、照明演出もすごくて、新しいプロスポーツの誕生だって大ニュースになりました。でもあの開幕当初の盛り上がりは親会社や関連企業による企業総動員の側面が非常に強かったんだ。社員やその家族にチケットを配って席を埋めていた。しかしリーグが回を重ねるにつれて実質的な一般有料動員で勝負せざるを得なくなった。その結果どうなったか。それがさっき聞いた1試合あたり200人から400人という数字ですか？そう、卓球王国の報道によるとレギュラーシーズンの地方開催などでは観客数が300人前後にとどまることが常態化し、ひどい時には191人という記録まで残ってしまった。大きな体育館にポツンと200人弱の観客しかいない光景を想像してみてほしい。うわぁ、広い体育館で191人はちょっと寂しすぎますね。地域大会の応援のお父さんお母さんの数と変わらないじゃないですか。まさにそこなんだよ。全国に120万人のコアな愛好者がいて35万人以上の登録選手がいるのに、トッププロが集まる T リーグの会場に200人しか来ない。これは観戦者への意向が完全に途絶えている証拠なんだ。世界トップレベルの日本選手や海外の有名選手がプレーしているのに、なぜ地元のプレイヤーは足を運ばないんでしょう。理由の一つは卓球というスポーツの鑑賞価値がプレイヤー自身に伝わっていないこと、そしてプロの試合を会場で見る楽しさを体験する機会や習慣がないことだね。結果として T リーグの各チームはチケット収入が得られず、強豪としての自立に苦しむことになっているんだ。日本国内で観客集客に苦戦している一方で、国際卓球連盟 ITTF が立ち上げた WTT は世界で大成功しているんですよね。そうなんだ。ハーフタイムマガジンや各レポートでも詳しく紹介されているけれど、 WTT は従来の暗い体育館で行う卓球大会のイメージを根本から崩した。会場全体を黒で統一し、漆黒の空間に鮮やかなオレンジやブルーの LED 照明を照射する。コート中央の卓球台だけが浮かび上がるような、まるで映画やライブ会場のような超モダンな空間を作り上げたんだ。動画で見たことあります。めちゃくちゃスタイリッシュでかっこいいですよね。演出や音楽もド派手で、昔の卓球のイメージとは全然違います。技術的にもすごくて、マルチカメラによる超高速スーパースロー映像やボールの回転数、速度をリアルタイムで画面表示する AI アナリティクスを導入した。その結果どうなったか。視聴者数がつまずいたことになったんですよね。そう、WTT の発表によると年間累計視聴者数は2022年に22億人を突破。そして2025年シーズンには年間累計30億人という異次元の数字に達した。SNS の公式フォロワー数も1100万人を超えていて、まさにグローバルなメガエンターテインメントスポーツとして大爆発しているんだ。30億人視聴ってサッカーやバスケのビッグイベント並みじゃないですか。ヨーロッパやアジア、南米でも大人気なんですね。そうなんだよ。中国では連日超満員のスタジアム興行が行われ、ドイツのブンデスリーガでも地域密着の観戦スタイルが定着している。世界中が WTT のスタイリッシュなエンタメに熱狂して30億人が見ているのに、日本の766万人のプレイヤーは T リーグの191人の客席にいて、 WTT の配信もあまり見ていない。このギャップは一体どこから来ているんでしょうか。その原因を探るために、次は日本の選手たちが置かれている海外遠征の過酷な現実にスポットを当ててみよう。ここを知ると観客や視聴者の姿勢がいかに問われているかがよくわかってくるよ。ここからは選手の皆さんが海外遠征で過酷な現状についてですね。選手たちが大変な思いをしているというのは聞いたことがありますけど、具体的にどれくらいのお金がかかっているんですか？これについては卓球専門メディア卓球王国プラスが公開した彼ら日本選手はなぜ貯金を切り崩しながら WTT に出場するのかという衝撃的な取材記事に詳しく書かれている。結論から言うと WTT の1大会に参戦するために必要な経費は1人当たり約60万円なんだ。1大会で60万円。たった1回の大会に出るだけでですか？そう。近年の円安の影響や燃油サーチャージの高騰、さらに欧米諸国の物価高が直撃していてね、航空券と現地でのホテル代という最低限のラインだけでも1回あたり約40万円から50万円が一瞬で消えていく。そこに食費や現地交通費を合わせると60万円に達してしまうんだ。ちょっと待ってください。 WTT のツアーって年間何大会もありますよね。世界ランキングを維持しようと思ったら年間に何回も海外に行かなきゃいけないじゃないですか。その通り。世界ランキングのポイントを維持上昇させるためには海外大会を2連戦3連戦と転戦するのが普通だ。つまりたった2大会の遠征を組むだけで100万円単位の費用が吹っ飛ぶ計算になる。ひえー、100万円って普通のサラリーマンの何ヶ月分のお給料ですか？
それを年間で何度も繰り返したら数百万円から1000万円近くかかっちゃいますよね。まさにそうなんだよ。多くのライトな卓球ファンはプロ選手なんだから大会に出るお金なんて当然協会やスポンサーが出してくれているんでしょうと思っている。でも現実は全く違うんだ。全額支給されているわけじゃないんですか？全然違う。卓球王国の WTT のエントリー権は個人に移りという解説記事にもあるけれど、協会から全額支援される協会派遣の対象になるのはナショナルチームのトップ数名や厳選されたジュニアナショナルチーム JNT の選手だけ。それ以外の大部分のプロ選手や実業団や大学生高校生選手は基本的に全額自己負担でエントリーしているんだよ。高校生や大学生も自腹で60万円払って海外に行っているんですか？そうなんだ。だから選手の資金調達は本当に熾烈でね、家庭の個人負担で年間数百万円を捻出しているケースもあれば、用具メーカーとの契約で年間数大会分の遠征費を支給してもらうという条件を結んでいるケースもある。そして恐ろしいことに、五輪メダリスト級の実績を持つ一流選手でさえ自分の貯金を切り崩しながら単身で海外遠征に挑んでいる実態があるんだ。五輪メダリストでさえ貯金を切り崩して海外遠征。ケンジさん、平野美宇選手とかの報道でもそんな話がありましたよね。そうなんだ。卓球王国プラスの記事でも言及されているけれど、平野美宇選手のような超トップ選手であっても、パリ五輪の熾烈な代表選考レースの中でポイントを獲得維持するために、協会の派遣枠から外れる大会にも自前で資金を工面してエントリーし続けた。華やかな舞台で戦っている選手たちが裏では自分の貯金通帳と向き合いながら、この大会に出たら60万円減る、でも出ないとランキングが下がって五輪に出られないっていう極限のストレスと戦っていたなんて。胸が痛むよね。資金調達のパターンは主に4つ。実業団選手の所属企業負担、学生の自己家庭負担、用具メーカーの契約補助、そして個人の貯金の切り崩しだ。特に学生選手の場合、実力があっても家庭の経済力がないと世界に出てポイントを獲得できないという経済格差の問題まで生じている。卓球の実力以前にお家にお金があるかどうかで世界ランキングが決まっちゃう側面があるなんてあまりにもひどいです。 WTT の仕組み上、大会に出場して勝利しないとポイントがもらえない。でも出場するためには毎回60万円がかかる。つまりエントリー資金を用意できるかどうかがアスリートとしての生命線になってしまっているんだね。でもケンジさん、 WTT で勝ち進めば高い賞金がもらえるんじゃないですか？賞金でトントンにはならないんですか？いい質問だね。実は WTT の大会って優勝するかかなり上位、ベスト4やベスト8に入らないと60万円の遠征費を回収できるほどの賞金はもらえないんだ。1回戦や2回戦で敗退してしまうと獲得賞金は数万円から十数万円程度。つまり勝ち上がれなければ毎回数十万円の大赤字になるんだよ。そんな過酷な遠征ラッシュに対して選手たちから悲鳴は上がらなかったんですか？当然上がったよ。世界中のトップ選手たちが過密スケジュールと移動の疲労、そして過大な経済負担で満身創痍になってしまったんだ。そこで WTT も黙っていたわけではなく、2025年シーズンから大規模なルール改定を行ったんだね。おお、どんなルール変更があったんですか？卓球王国の WTT が大幅なルール変更を発表というニュースですね。そう、主要なポイントは4つ。 WTT グランドスマッシュへの強制参加義務の撤廃、 WTT チャンピオンズにおける年間2大会の参加免除、賞金総額への100万ドル追加投入、そしてオリンピック金メダリストへのゴールデンチケット付与だね。素晴らしいじゃないですか。強制参加がなくなって賞金も増えて選手たちの負担が軽くなったんですね。一見するとそう思えるよね。でもね、ここに大きな罠があるんだ。罠ってどういうことですか？ルール上は不参加にしてもペナルティは課さないとなったけれど、世界ランキングのポイントシステムの根幹は変わっていないんだよ。世界ランキングは過去1年間の成績のうち獲得ポイントが高い上位8大会の合計で決まる。もし自分が免除権を使って大会を休んでいる間にライバル選手が大会に出てポイントを獲得したら、あっという間に自分の世界ランキングが下がってしまうんだ。そっか、ランキングが下がるとオリンピックのシード権を失ったり世界選手権に出られなくなったりするから、結局選手は休むわけにはいかないんだ。その通り。制度上は休んでいいですよと言われても、ランキング争いが熾烈な日本選手にとっては結局休む余裕なんてどこにもないのが現実なんだよ。ちょっと待ってください。1大会60万円の自腹を切って時差ボケと戦いながら世界中を飛び回り、休んだらランキングが落ちるから休みも取れず、負けたら大赤字。日本代表の選手たちって信じられないような極限状態で戦っているんですね。本当に頭が下がる思いだよ。ヨーロッパからアジア、南米へ移動して
時差ボケと長距離移動で体がバキバキのまま現地入りし、調整時間もないまま試合に出る。そして大会が終わったらすぐに帰国して、週末には T リーグや全日本選手権でプレーする。そんなの体調を崩したりコンディショニングが最悪になったりして当然じゃないですか。ところがだ、ここで冒頭の観客視聴者の未成熟さという課題が重くのしかかってくるんだよ。日本のライトな視聴者やプレイヤーの多くは、こうした選手たちの凄絶なハードスケジュールやコンディショニングの厳しさを一切知らない。だから T リーグや国内の大会で海外転戦帰りのトップ選手が格下の選手に思わぬ敗戦を喫したりすると、ネットで過剰な批判を浴びせるんだ。ひどい。時差ボケと満身創痍の中で命を削ってプレイしている背景を知りもせずに、負けた結果だけを見てメンタルが弱いの一言で片付けちゃうなんて。まさにそこが日本の卓球視聴者のリテラシーの欠如なんだ。アスリートのコンディションやピーキングの難しさに対する想像力が決定的に不足しているんだね。スポーツ観戦ってただ勝った負けたを楽しむだけじゃなくて、選手がどんな準備をしてどんな過酷な状況を乗り越えてコートに立っているのかという背景も含めてリスペクトしてみるものですよね。ここからはグローバルな卓球市場や海外のトップ選手、最先端の技術に対する日本の認知不足という問題ですね。なぜ日本の視聴者が背景を知らないかというと、日本のメディアの報道スタイルにも大きな責任があるんだ。テレビニュースやウェブ記事を見ると、卓球の報道って日本選手が勝ったか負けたかという結果スコアだけに偏重しているんだよ。確かに誰々が優勝とか無念の初戦敗退という結果ばかりで、どんな相手とどんな戦術で戦っていたのかは全然わかりませんね。その結果、海外の卓球界で今どんなスマジリー技術革新やスター選手が生まれているのか、国内の一般プレイヤーがほとんど知らないという事態が起きている。フランスのルブラン兄弟、アレクシス・ルブラン、フェリックス・ルブランやスウェーデンのトルルス・モーレゴード選手のプレイスタイルの凄さを説明できるプレイヤーがどれだけいるか。モーレゴード選手ってパリ五輪の男子シングルスで銀メダルを取った選手ですよね。変幻自在なプレイスタイルがすごく印象的でした。そう、モーレゴード選手は相手の予測を裏切るトリッキーなコース作りや突然四角に落とすブロック技術、そして正統派の強烈なフォアハンドを融合させている。フェリックス・ルブラン選手なんて現代では絶滅危惧種と言われていたペンホルダーグリップで超高速ピッチ卓球を展開して世界トップに君臨しているんだ。ペンホルダーで世界トップ、それって卓球界では歴史的快挙じゃないですか。まさに歴史的イノベーションだよ。でも日本の地上波では日本選手が負けた相手としてしか扱われないから、技術的戦術的な観戦視点が育たないんだよ。海外のスター選手といえば、モーレゴード選手が使っているあの六角形のラケット。あれは本当に衝撃的でした。出たね。スティガ社が開発した六角形ラケット、サイバーシェイプカーボンだね。シダレビューでも大特集された革命的なラケットだ。正直最初に見たときは、目立つためのネタラケット？色物でしょって思っちゃいました。そう思ってしまうプレイヤーが多いこと自体が、日本の用具に対する物理的、幾何学的理解の浅さを物語っているんだよ。あの六角形には驚くほど合理的な物理学的理由があるんだ。本当に性能上のメリットがあるんですか？見た目だけじゃないんだ。理由は主に3つ。1つ目はスイートスポットの拡大。先端側の面積を広げることで多球有効エリアを従来の丸型より約 11% 拡大させた。2つ目は卓上処理の有利性。エッジが直線だからネット際で面を卓球台ギリギリまで近づけられる。3つ目は面ブレの防止だ。六角形の形状効果でスイートスポット外で打った時のぐらつきを抑えられるんだよ。すごい。ただの奇抜なデザインではなくて、幾何学と物理学の追求から生まれた最強の戦闘兵器だったんですね。そう。海外のプレイヤーや開発者はこういう物理的メリットを理論的に理解して熱狂している。でも日本のプレイヤーは変わった形のラケットだねで終わってしまう。この技術に対する感度の差も大きいんだよ。ラケットの進化もすごいですけど、卓球ってボール自体も昔と変わりましたよね。素晴らしい着眼点だね、美咲ちゃん。2014年に国際卓球連盟が従来のセルロイド製ボールからプラスチック製ボールへ完全移行した。これが現代卓球の戦術を根本から変えた最大の事件なんだ。ボールの材質が変わるとそんなに激変するんですか？打球時のボールの回転量が約 10% から 15% 減少したんだ。昔のセルロイド時代は表面で薄くボールをこすって猛烈なドライブ回転をかける選手が強かった。でも回転量が落ちたプラスチックボールで薄くこすると球威が出ずに相手に簡単に引き返されてしまう。じゃあ現代の選手はどうやって打っているんですか？表面でこするのではなく、スポンジとラケットの板深くまで厚くボールを捉えて押し出すパワー卓球へシフトしたんだ。
だからこそ表面のグリップ力が強い粘着テンションラバーや板の内側にカーボンを配置したインナーカーボンラケットが世界の主流道具になったんだよ。なるほど。だから最近のトップ選手は昔みたいに下がりすぎずに前陣でガツンと厚く当てて高速ラリーをしているんですね。その通り。こういうボールの物理変化による打法の変遷を理解して試合を見ると、なぜあの選手はここで粘着ラバーを使っているのか、なぜここで打ち合いに負けたのかという戦術の理由がはっきり見えてくるんだよ。ここからは試合のルールや運営に関するハイテク技術についてですね。ケンジさん、卓球でも AI 審判が導入されているって本当ですか？本当なんだ。WTT や国際大会の最前線では特に話題なのが AI 審判システム TTR だね。サッカーの VAR やテニスのホークアイみたいなものだよ。へえ、サービスのルールって手のひらを広げて16センチ以上垂直に投げ上げるとか細かいですもんね。そう、人間の審判の目だけでトスの高さや傾斜角度、体でボールを隠すハイド判定をミリ単位で見極めるのは限界があった。そこで高精度カメラと AI 解析で瞬時に正確判定する TTR が導入されたんだ。すごい。AI が正確に判定してくれるなら、審判の誤審でモヤモヤすることもないし、クリーンでフェアな試合になりますね。そうなんだよね。でも日本のライトな視聴者がこの TTR の仕組みやサービスの厳格なルールを知らないで見ていると、なんで急に試合が止まったのって思っちゃう。試合のルールや AI 判定のメカニズムを知らないと、高度な駆け引きや緊張感が理解できないんだ。審判だけじゃなくて、試合後のラケットチェックもデジタル化して厳しくなっているんですよね。そうなんだ。2025年シーズンから施行されているポストマッチコントロール試合後検査という制度がある。試合直後に勝利した選手のラケットからラバーを剥がして内部まで徹底検査するんだよ。試合後にラバーを剥がしちゃうんですか？そうなんだよ。卓球の規定ではラバーとスポンジを合わせた全体の厚みは 4mm 以内と厳密に決まっている。そしてラバーの弾みを不正に高めるための化学薬品ブースタルや補助剤を塗ることは固く禁止されている。まさに用具ドーピング検査だね。試合に勝つことだけじゃなくて、規定の範囲内で完璧に用具を管理することもプロの絶対条件なんですね。そう。現代の卓球は選手の実力、道具の物理学、そしてルールのデジタル管理がハイレベルで融合した超精密スポーツなんだ。こういう背景を知った上で見ると、卓球観戦は本当に奥深くて面白いんだよ。ここからは日本のプレイヤーがしょぼい視聴者へと陥る4つの構造的障壁についてです。ここからがこのレポートの最も本質的な核心部分だよ。なぜ日本には766万人もプレイヤーがいるのに観客が200人しか来ないのか。第一の障壁は日本の伝統的な学校教育部活動文化にある。部活動ですか？部活ってみんなで一生懸命練習して汗を流す日本の素晴らしいスポーツ文化じゃないんですか？もちろん素晴らしさもある。しかし日本の部活動における卓球指導の目的は基本的に忍耐力を養うこと。目の前の試合で勝つために打球練習をすること、実技に 100% 特化している。プロの試合を鑑賞し、戦術を批評し、エンターテインメントとして楽しむという観戦文化の教育が全く行われてこなかったんだ。確かに部活でプロの試合を鑑賞して戦術を議論する練習なんてやったことないです。だから引退した瞬間に卓球との関わりがゼロになっちゃうんですね。その通り。自分がプレイヤーでありながらプロのトップレベルの動向に無関心という得意なマインドセットは、まさに部活動教育の副作用として生み出されたものなんだね。第2の障壁はメディア環境の変化と有料配信の壁ですね。そう。かつて世界卓球といえばテレビのゴールデンタイムで地上波放送されていて、日常的にプロの凄さに触れられた。ところが近年放映権の構造が激変し、 WTT の主要大会や世界卓球の日本戦ライブ配信権は有料プラットフォームの UNEXT へ完全移行したんだ。月額2189円ですね。大人のコアファンなら安くても、普通のライト層や小中学生にはかなり高いハードルですよね。まさにそこなんだよ。有料配信化によってコアファンには素晴らしい映像が届く一方、ライト層やジュニア層が国際大会の日常的情報から完全に締め出されてしまった。そうして情報の二極化が進み、ライト層がますます感染者から遠ざかる悪循環が生まれているんだ。
第3の障壁は私たちの身近なスマホ文化に関わる話ですね。TikTok や YouTube ショーツの短尺動画ですね。そう、ファインプレーの瞬間だけを切り取った短尺動画ばかりを消費する習慣、ファスト視聴が定着した結果、試合全体の文脈やストーリーを読み解く力が著しく低下してしまったんだ。11点の中でどんな心理戦が行われているんですか？序盤にあえて特定のサーブを見せておき、9球の場面で全く違う回転を出すタイムラグ戦術や、相手の流れを切るタイムアウトの心理戦、セット間でのレシーブ位置の微修正などがある。序盤に甘いサーブを出してカモだと思わせ、勝負どころで正反対の回転をかける心理トリックなんて本当に鳥肌な活用。すごすぎる。でも短尺動画の15秒じゃそんな前後の伏線なんて全然わかりませんもんね。その通り。だから瞬間的な快楽だけに慣れた視聴者は、フルマッチを観察して駆け引きを読み解く楽しさを知らず、ダイジェストで満足してしまうんだよ。そして第4の障壁がナラティブ発信の不足ですね。そう。日本の報道は〇〇が優勝、〇〇初戦敗退という勝敗スコアだけに偏重しすぎている。海外では選手がどんな遠征費用の苦労を抱え、現地でいかに苦闘しているかというドキュメンタリーを発信するから、ファンは勝っても負けても応援したいとなる。背景にあるドラマを知っていれば、もし負けてもあの過酷なスケジュールの中でよく頑張ったって拍手を送れますもんね。そう。ナラティブがないから、勝った時だけ持ち上げて負けたら叩く一面的消費になる。そして観客が増えず、興行収入が上がらず、協会の予算が減り、選手が1大会60万円の自腹を切るという負の連鎖につながっていくんだね。この負の連鎖を断ち切るための4つの提言について教えてください。提言1は、現場指導における観戦リテラシー教育の導入だ。部活動のミーティングなどで WTT のポイントシステムや戦術、ルール変化をみんなで議論する時間を作る。提言2は、ナラティブと1大会60万円自腹などの定量的現実を中心としたメディア発信だ。リアルな苦労を知れば支えて応援したいという温かいファンが増えますね。提言3と4は？提言3は、ルブラン兄弟やモーレゴーデ選手などグローバル基準の海外選手最新ギアの積極的プロモーション。提言4は、配信、地上波、SNS を統合した多層的観戦動線の設計だ。無料の15分ハイライト等で興味を持ち、オープン配信、有料ライブ、そして実際の会場観戦へと導くラインを再構築するんだよ。多層的な動線が整っていれば、766万人のプレイヤーも自然と観戦ファンへステップアップできますね。まさにそうだね。766万人のプレイヤーが自分でプレイを楽しむだけでなく、プロの凄さやドラマを理解して熱狂的に応援するようになったら、日本の卓球界は世界で一番熱くて豊かなスポーツ文化になる。はい、私もこれからは結果のスコアだけじゃなくて、選手たちの過酷な遠征の背景やギアの進化、11点の中での緻密な駆け引きにも注目して、もっと熱くプロの試合を観戦したいと思います。世界トップレベルの競技力を持つ日本の選手たちが、総合的な観客の熱狂と健全な経済基盤の中で輝ける未来を目指して、私たち一人一人が良質な視聴者として卓球を楽しんでいきましょう。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。